こんばんは、かかげでございます。本日もね、YouTube 限定配信にようこそ。かかげのクエスト添削が始まってしまいましたと。やっていこう。まろやか星座。これはいいね。なんでかっていうと、これそのまま顔を明るくしてたりすると、顔の方に目いっちゃうかもしれんけど、ちゃんとほら、ここを一番光強くしてるじゃない。手に誘導するような描き方をしてるから、これはいいですね。2枚投稿して目開けるだけでいいよ。2枚目はパチッと目開けて、ちょっとびっくりしてるような顔にするだけで、リツイートいくかもしれない。3段階でもいいね。X 投稿するときって1枚やったらこう映るやろ ?2 枚やったらちっちゃくこう映んのね。で、3枚やったらこう映んのよ。もし投稿するんやったら必ず1か3で投稿する。だから、このイラストをもし投稿するんだったら、まずお祈りしてるマリーをやって、次ちょっと薄め開けて、先生みたいな。で、最後に、ファーってなるようなね、やつを書いたら伸びると思うからやって。これは、それができるタイプやね。まあ次、なずなゆ。これはまあ合格でもいいよ。あと、これだな。怒ってるマークとかがちょっと分かりづらかったかな。本当に怒りがあるんだったら、もうちょい怒り側に振った方が良かったかなって。顔の動きが全体的に、まあ一緒だから、片方の目を少し動いてる方。口とかも一緒。単純に動かすっていうよりかは、片方をちょっと浮かせる方が人間味の動きやすさが出る。ちょっと変えただけやけど、こうとこうじゃ、ふざけてこついた感が全然ちゃうやろ。せっかく黒髪やったらこうつけてても全然いいじゃん。このちょっとした表情のバランスで全然変わったかなーって思う。だから言うてんねん。何の顔って。次。ズーム。毎回うまいんだけどな、夏の日のグラウンドコートっていう風になるんだったら、全然これぐらいしてもいいと思うのよ。明るくて、日差しが落ちてるみたいな。朝なのか昼間なのかっていうのをはっきりしてほしいのよね。高校生活やねったらパワフル感が欲しいやんか。アニメの学園のオープニングを見ろ。どうこれで。青春感が出るやろ。これ曇りでしょ。ここのあたりを勉強しましょう。次。てか、どちらがメインテーマのイラストが描けるか。これは正直嫌がってる顔って感じがするな。こっちに全然先に目いかへん。優先順位が手、顔になるようにしないと。例えばやけど、落ちそうになってる人がいてて、ここでこう手を掴んでるとかいう感じやったりすると、間違いなく手がメインになるじゃん。手の割合の方をもっとでかくしてほしいね。次。この手の、まず、関節が分かりづらいのね。俺たちが見える情報の関節部分だと、これと、これぐらいしかないのね。さらに違和感あるのが、ここの手首からもうすぐそこの位置ぐらいに、このフリルが前に出てるから、距離感がおかしいよな。腕伸ばしてるっていうのは、俺たちはこうやって関節の1番目、2番目、3番目っていう風に順番をこう見てるわけよ。3番目の奥にあるやつが、なぜか、ピロってやった時に2番に被ってもうてんの。ありえへんよな。手首に燃え袖やってるから、これ自体がもう1番目。次に見えてる部分がこのあたりやん。こういうのが2番目。で、3番目がもう書き消えてるわけ。書き消えてんのに、次にフリルのやつがやってきてるわけよ、ここに。物理的におかしい。いいか。すごいバランスが悪いね。過去の自分と今の自分みたいな感じやから、この辺で分けといたらいいやん。決別みたいな意味合いがあんのに、6対4にする必要性は全くない。あと、水の上に浮かんでるっていうんだったら、ちゃんと、この岩肌かって、水に削れていってるような岩肌にしなきゃいけない。これはパッと見、海のイメージになってんねんから、雲かって、海の方にしなさい。こっちの方が断然見やすいやん。次、ジャミル。コス的には OK だけど、キャラクターと背景のね、質感、そっくりすぎたな。だから、顔はまあ見えんねんけど、他のところがちょっと溶け込みすぎてるな。線画を入れろっていうわけでもないけど、線画があると、なんか顔はっきりしちゃうように見えへん。今、こっちが前でこっちが奥ですよっていうのを、はっきりさせるんだよ。そういった部分を、もうちょい増やした方が良かったかな。よく描けてるけどね。次、トイ。このバラの主張がちょっとでかいな。俺がもしやるんだったら、この後ろは細かくして置いてたりするかな。今回の場合はちょっとバラがめちゃくちゃ邪魔してるって感じがすごかったかな。それで少し顔が見られなくてリツイート数伸びなくなったんじゃないかな。シワもちょっとあれだな。スーツっぽいのかブカブカっぽいのか曖昧な感じや。もう少しシワの流れはね、どっかちゃんと決めよう。どこに力が入ってるのかなっていうのを今ここに定義があるんやったら、縫い目があるわけやん、ここに。その縫い目に向かって書くんだよ、これ。
縫い目っていうのがあって、何かと何かが引っ張られてる。この縫い目に引っ張られてる。で、曲げてるところの布に引っ張られてるとかね。そういうイメージで描きましょう。ちょっとバラバラすぎたな。美味しそうな時間か。頑張ってつぶつぶ感出してきた。もし裏技ってわけでもないねんけど、結局印象を与えたらいいわけやから、これ今、身が一つ一つ光ってるわけやんか。だから合ってなかったとしても、粒の果汁が一個ずつ光ってるよっていう風に見せつけたら、本物っぽく見えんのよ。レモンって一つ一つさ、粒があるから、その粒は水分を含んで、テカってるわけやん。だから、そのテカリみたいなやつを入れてあげると、今これが元あったやつやけど、なんか本物っぽくみずみずしく見えんのよね。このちょっとした差なのよ。これが本物を見ているかどうかって話になってくるわけ。スーパーリアル模写っていうのがあるのよ。スーパーリアリズムか。本物より本物らしくっていうね。これも卵を割った瞬間の絵なんだけど、人間が知覚するそれっぽいみたいなものっていうのが結局あんのね。嘘でもいいから、ちょっとそれを足せばもっとぽくなる。ゆえ、ハッピーバースデー。頑張って書いた割には伸びないなーって思ったと思うねんけど、もう単純な話、この真ん中ら辺に一切見るものがない。サムネイルとかではこう遠目で見たりすると、視線的には何か物体があったりすると絶対この辺りを見るわけよ。で、大体中心を去って捉えんの人間って。タイムラインとかでフィーンってこう流れたところで、大抵の人にはもっと薄く見えてる。これでイロハンちゃんかどうかって判別せんなかんねん。何書いてんのかもうさっぱりわからへん。まだこれのが多分伸びたでしょ。これやったらまだござる書かれてるってわかるやん。ケーキやって、誕生日イラスト探してるってなった時に、すごい遠くの方あったとしても、顔っぽいのと、なんか持ってるっぽいのってわかるやん。いっぱい書いてあげたいのはわかるけども、見えてなかったら意味がないってことを覚えよう。相手に見せなかったら、どんだけ書き込んでても見えてないのと一緒やねん。同じ色でまとめすぎて、もう何も目立ってない。ちょっと濃い風船とかを作ってみるだとか、だから薄いけど、このリボンとかはちょっと強めに色をつけておくだったりだとか、顔に集中させるようなものがもっと欲しかったな。キャラクターを見てもらうために一番必要なのは、俺毎回言ってるけど、顔やって言ってね。顔が可愛かったら、見てもらえるチケットになると。でもそもそもこの顔が見てもらえてない状態、今。じゃあなんでバストアップとかって伸びやすいのって言ったら顔が一番目立ってくるからね。あとこれ、ただ首をこうやって影付けのやめ。真上から来てんねやったら首なんか全部隠れるやろ。何の影付けなんかさっぱりわからへん。影付けない方がまだマシなレベル。で、口もヘニャンってなってるしな、これ。顔が全然立体的に描けてないですよ。いろはちゃんの割には顔が長いし、もっと髪の毛のボリュームあるよ。ここは逃げてもうてるし。だから伸びないよ。次。萌えはね、やっぱこの前のコーラに比べるとね、略しすぎやな。色合いは良くなったけど、やっぱまだまだパサパサ感が描けてないな。これもちょっと粒でやりすぎ。思ってる以上にこんな粒ついてないから、こことかも全然まだまだ結構はっきりしてるよ、こことか。これもまだまだ細かいからな。色の雰囲気は掴んでるかもしらへんけど、近づけたらわかるけど、このパサパサしてるとこあったと思うけど、まだまだ細かいよ。模写の大事な部分って、こんなんできるかなっていう中で、今後、絶対再現せんなあかんものってあんのよ。再現する時になって、なんかブラシとかで適当にしようと思っても全然できひん。もう仕方がね、手書きでいった方がいいって言って、じゃあ案外手書きでなんとかなるやんっていうのが気づいたりするわけよ。だから他のこのやつとかも、多分最初はブラシとかでなんとかならんかなとか思ってブラシ使ってたりしたけど、あれ思ったよりなんとかならんなってなって、だからこの辺一部切り取ったりして手書きしたと思うねん。その時にこの見る力とか、思ったよりなんか跳ねたりするなとか、てんてんって打ってたつもりやけどなんかピンって跳ねたりするなとか、気づいたと思うねん。やっぱりじっくり見ることによって、葉っぱって思ったよりこんな形状してたんだなとか、新たな発見が出てくんのよ。やっぱめっちゃ見ることになるから。だから、模写って何をやらせてくれるかっていうと、根気もつくし、ブラシって案外役に立たんって思うし、観察が勝手につくのよ。なんかいろいろ試したと思うねん。ツールをなんか楽にできるものがないかと思って、色調補正も試したり、こんなブラシとかもあったんかとかもあし、なんか意外とこれ使えるぞみたいなことも多分あったと思うのよ。これが大事なのよね。
何が何でも再現してやろうというこの気持ちで生じる過程が一番身につくのよ。今あるもので何とかしようっていう、こんなんもいけるかもしれない。これはダメなのかってね。その経験が後にめちゃくちゃ役に立つの。頑張れ。はい、次。まろやか星座。これで5万取れるはずがね、まだ寝癖残ってるかもっていうけど、寝癖っぽくないねん。どれが寝癖なんか分からへん。多分これのことやと思うけど、みんなこれをほとんど認識してないと思うよな。この認識してない状態で見て、まだ寝癖残ってるかもって言ってこれよく分からんのよね。寝癖が残ってるって言うんだったら、びっくりするぐらい爆発してるようなのとかがみんな見たいわけよ。中途半端な表現が。もうなんかすげえ今日の寝癖やべえかもみたいなぐらいの方がいいねよ。なんもギャップがないのよな。寝ぼけてるんだったら、寝ぼけてるような顔見てる方が可愛いと思うのよな。これの方が全然可愛いやん。さっきまでクールぶってたキャラクターが、知られざる一日みたいな感じにってる方が全然ギャップがあるやん。それは取れへんよ。全然それは共感が得られてないからね。次、宿夜。布のパサパサ感が弱いのと、あとはここの段差の境界がまだもう一段階欲しい。パンケーキのボコボコ感とかもまだまだちょっと強めだな。フォークのこの間とかももっとくっきりしてるから、このあたりやな。あともうちょい。次、来る。サメコサバ点数下げてるところは、まず髪の毛のシルエットと体のシルエットがこう被っちゃってるのは、これは良くないな。少しずらしていた方がもっと距離感はつかめる。で、今こうつけてるけど、これは結局浮き輪やから、浮き輪つけてる割にはこの浮き輪の形が四角いし、ちょっとガタガタが過ぎる。こういったなんかね、印刷物だったりするものは、できる限りガタガタせずに、まっすぐ綺麗に描こう。こことかもそう。リボンの丸みを意識してこう書いてたりしてないから、この辺がちょっと雑やな。耳の位置かってちょっとずれてるかな。今こちら側の耳の方が近づきすぎやな。中心に。ここが例えば真ん中やったりすると、こっちの方が近い状態になって、今だからこんな状態やな。若干アンバランスに生えてるから、そのあたりも気をつけましょう。ほな次、村ビー。同じことが起きとる。前髪はここまで。ここはもう盛り上がってんの。この部分。斜めになってるけどみんな。ここは盛り上がってる斜めここまで。この分が足りない。だから歪な形になるのよ。斜めになった時でも。ここを平坦と思ってるやろ。違うのよ。ぺったんこじゃないの。丸くなってんの、こうやって。だからその分こうやって横に見た時に膨らみができんの。で、その分が書かれてないの、ここは。いつまで経ってもぺったんこのままやし、で、煽りなのに対してこれ変わってないしで、斜めと変わらんぐらいの角度で書いてるわけだ。実に。おった。上手じゃん。この子あの子やな。お、似てねえわ。って言った覚えがある。本当の顔はこんな顔してんのね。いいね。よく描けてるよ。傾きがあるじゃない。綺麗な角度してるじゃん。こことここやったら。これぐらいだったら上から見てるな。下から見てるなってすぐ感じるでしょ。うまいやつ見比べろも。今日一の煽り俯瞰ですね。素晴らしい。花丸あげちゃいます。開示もいい。これはもう全然言うことなし。つい肉まんや。ガタガタしてんだよな、ここ。足りないでしょ。これだったら、このままスッと線引かない。口の角度がそもそも結構傾いてるんやで、これ。だからこの口の角度と同じぐらいの平行線なんかね。これぐらい傾いてんね、実際は。これに合わせて描く。可愛くなるんじゃーんと。こうやって揃えれてないっていうお話よ。これなんかこっち上上がるでしょ。同じように傾けてくれてたらいいのに、このまま平行にして傾けてんねんでこうなるじゃん。だから、変な形になる。結局顔なんていうのは丸みがついてるんだからこっちに沈み込んでいかんなあかんねんから。その分、変になっていく。同じところを間違って同じことを説明して、なんで俺は無限ループに毎回苦しめられなきゃいけないんだ。解決方法を言ってるのに。ちょっとこれ、一個だけ今気づいた。首の場所がちょっと悪いな。今これだったら本当に首ど真ん中で書いてしまってんのよ。首の位置って確かに肉がついたらこう見えるわけよ。だけど、首ってそれど真ん中っぽく見えるけど、実際ど真ん中じゃないわけね。背中の流れに沿ってこう後ろ側についてるわけやから、ど真ん中で書いてると逆におかしいね。イメージ的にはこんな感じやね。ここ触って、そのままこう上げてってみ、ここの辺。じゃあ大体耳の横あたりになると思うねん、ここね。じゃあ耳の横あたりってことは大体みんなつむじというか頭のてっぺんぐらいがあると思うねん。だからこの位置が真ん中なわけ。じゃあ何が言いたいんだよという話を。これで今そのまま向くと、全然なんか足りないやろ。というわけで、それを見越して、もうちょっと自然なのはこれぐらい。こう見ると自然な感じがするでしょ。だから実際この横を描いてる時もさ、
やっぱりこれ、パーっと上げていったら、だいたい頭のど真ん中ぐらいあったと思うけど、そのあたりをもうちょっと気をつけたらいいかなってぐらいかな。高木先生のメンバーシップに興味があります。入会に迷っているのですが、イラスト添削は受けられるのでしょうか？また、どんな添削でしょうか？メンバーシップは、帝国民プランと親衛隊プランの2種類があって、帝国民プランはメンバー限定のイラスト添削配信や座学動画が視聴でき、普段の配信中にイラストの質問ができます。親衛隊プランは帝国民プランの内容プラスクエスト添削が受けられます。イラストの添削を受けてみたい人は親衛隊、イラストの知識だけ欲しい方は帝国民プランがおすすめです。で、気になってるであろうクエスト添削とは、メンバーがお絵描き初心者ゴブルスとなって自由にイラストを描くのではなく、様々な課題イラストを描いて合格することが目的の添削だ。ランクアップシステムがあり、決められた課題をクリアすることで次のランクへ進むことができるぞ。初心者から立派なイラストレーターにランクアップを目指すイラスト添削になっている。高木さんは支援してくれた人にはこれからも正直に絵のことを答えていきます。入会した人いたら概要欄に視聴必須の動画があるから必ず見といて。ほな、限定配信でお疲れさん。